大場さんおはようございおます。はようございます。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、今の季節に、ちょうどいいと言いますかね、今もう皆さんどんどんやってらっしゃると思いますけど、カエデの、今日はちょっと植え替えをやっていこうかなと思います。はい。で、もうもみじなんかもだいぶ芽が膨らみ始めてきてですね、カエデももう早いとこは葉が開き始めてるところもあるかと思うんですけど、うちで植え替えて今3年です。これがですね、前回のちょっと針金がまだ残ってますね。これをこのまま放置しとくとですね、もう次の植え替え来年なんて言ってたらがっつり食い込んでしまうのでですね、これを、こやつをちょっと今日は植え替えをしようかと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。通常の、前回やった松なんかの植え替えとかとやることはそんなに変わったもんではないんですけど、肝心なのはこういう雑木なんかは特にですけど、鉢選びとかですね、いろいろ出てくると思いますので、なかなか最近は鉢もなかなかこの辺では特にですね、入手するのが大変やというのもよく皆さんからも言われますけど、もういいとこ根が張ってますね。結構こういうもみじカエデ系統のやつはですね、特に最近では葉がこう小さいやつですね、葉性が小さいやつを皆さん好まれる方が多いんですが、これは比較的というか、結構小葉性のやつでですね、葉が小さいので、こういった商品盆栽には特によく向くやつではないでしょうかね。3年ぐらい経つと根がかなり張ってますよね。
感じですね。だいぶ取りましたね。はい、だいぶ取りましたね。もうこんなんですよ。はい、で今日はですねこれを前回植えた時はちょっとあんまりいい鉢じゃないっていうと悪いですけど、こういう鉢に入ってたんですけどね、今回ちょっと、服部さんの鉢に入れてみようかなと、こういうのですね。若干ちょっと大きめではあるんですけど、この鉢のサイズを選ぶときに、はい、やっぱ前植えたやつよりもちょっと大きめなんですよ。いやそんなことないですよ。同じぐらい。だからほったらかしてどんどんこう枝を伸ばしてしまったりとかすると鉢をどんどん広げなきゃいけなくなってきますね。どうしてももう器限られてますから、枝が長く伸びてたらそこまで水を送らないかんので、当然容量も大きくしていかないと足りなくなりますからね。年数かければだんだん木も大きくなっていきますから、そうすると必然的に鉢もちょっとワンサイズ大きいサイズとかいう風になっていくと思うんですけど、基本的にはそれをなるだけ、鉢のサイズを変えずに、やっていければ盆栽の場合はですね、そのためにはやっぱりちょっとこまめにお手入れをするなり剪定するなりですね、やっていかないといけないんですけど、今回のがこういう風な形で、さほど変わらないんですけど、ほとんど似通った鉢ですね。ただ、こういうちょっと丸みはありますけど、こういう長方のやつとこういう楕円鉢っていうかですね、こういうふうにちょっと、変えてみましたタイプをですね。よりこっちの方が合うのは合うかなとは思います。なんか前ちらって大場さんが言ったんですけど、雑木系は色鉢ですね、色鉢というか、例えば花が咲くもの、紅葉するもの、それに合わせて、色なんかもちょっと選んでいくといいと思うんですけど、まずその花が咲くものだったら、その花の色が映える色をまず一つ選ぶという方法が一つありますね。で、あとは花と鉢の色が被らないとかですね。要は花がメインになる木だったらですけどね、花がメインというよりは、実がメインになったりだとか、いやもう花も実も別に大したことはないよっていうようなやつの場合には全体のバランスでもいいんでしょうけど、特に最近人気で、ここにもありますけど、こういう長寿梅とかこういう赤花になるとどうしてもブルー系の鉢、紺色とかですね、ああいう青のちょっと濃いめの鉢なんかがよく花が映えるので、花の咲くものだったら花の色とかそういうもので色なんかもちょっと選んでいくといいかなと思いますけどね。せっかく咲く花が目立たなければあんまり意味がないのでですね。でただ小白松だとか真白だとかこういったものには昔からああいう焼き締め言うてですね、ああいう系統の鉢の方が合うとはされてますね。でもそれも良し悪しだと思いますよ。自分が見て気に入ればそれでいいので、展示会とかになるとそういうわけにいかないでしょうけど、それではですね、実際に植え替えていくんですが、今回、雑木なんですけど、使う土ですね、土はいつものように赤玉山砂なんですが、今日は山砂2割程度でいきます。
はい、でですね、今日はこれに普段こういう赤玉とか山砂を、振るった時に出る細かいやつですね。で、豆盆栽とかする方なんかにはいいんですけど、実際市販されてるんです。細粒っていう粒ですね。赤玉の場合、小粒、その下に商品盆栽用っていうのがあって、でさらに細粒っていう細いのがあるんですけど、それを選別して出した分ですね。これをちょっと、化粧砂代わりですね。結構大変なんですよ、これ作るのも。これに藤砂なんかが混ざってるともっと見栄えがいいですね。黒いのが入ると。はい、こんな感じですね。ちょっと土の表面の雰囲気も違って見えると思うんですけどね。これ木の年数ですか。4、50年とかそんなんじゃないでしょうかね。2、30年じゃないことは確かです。結構年数は食らってるんですよ。ここまで太らせるのが大変ですよね。